サーって全部開けて、また別のわけわからん展開が始まってギャップがあるからこそ面白いですね。だいぶそれすげえ大事だと思う。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ハマってること。はい、最近ハマってること、白石浩二監督っていうホラー映画監督また鼻出た。ちょっとまたホラー？でも別に怖い話全然しないです。はい。ホラー映画監督というか、オリジナルビデオとかも撮ってるんで、ホラー映像監督で白石浩二監督っていう方なんですけど、僕も最近その監督のもう映画とかビデオをサブスクにあるやつはそれ見て、DVD でしかないやつはそれも買って見てっていうのを繰り返してる。すごい。もうハマりまくってて。はい。代表作とかは？代表作は、多分一番有名なのは、貞子 VS 佳代子っていう、リングの貞子と呪音の佳代子ですねが対決するっていう映画なんですけど、それはもうちょっと怖くない方に行ってるやつ。怖くない方に行ってるやつです。はい。でも一応カテゴリージャンルとしては一応ホラーですね。初期はずっとホラードキュメンタリーをちゃんと撮ってて、本当にすごい方なんで、そこからだんだんこう IP ものとかを任せられるようになったりとか、でその中で一番の有名作は貞子ですか。なんかその結構共通してるんですよ、ずっと構成が。その最初こうじっとりしたホラーが入って、でちょっとずつこう丁寧にやっていって、中盤あたりでなんかもうわけわからんことをし始めて、でだんだんこう風呂敷畳んでいくんですよ。で閉じ切るかなみたいな最後の瞬間になんかガサーって全部開けて、また別のわけわからん展開が始まって終わる。なるほど。っていう構成が結構共通してる監督で、そこの発想の異質さみたいな。それちょっと面白そうだね。はい。結構ホラー苦手な人でもなんか全然見れる作品はあるかな。なるほどなるほど。なんだっけな、伝説的なさ、突然最後にロケットランチャー出てきて地球ボカーンみたいなことを何の脈絡もなくやるレジェンドの V シネがあって、今ちょっと聞いててそれを思い出したんだけど。でもだいぶ近いです。あれなんて言ったかな、後で調べてここに多分タイトル出ると思うんですけど。ほんまにもう作中ずっともう黒幕や言って出てきた悪霊を退治し終わったら、その悪霊を別の悪霊が食べて世界の破滅だみたいな感じ。これが割と結構一貫してる感じなんですね。そういうのってどうしてんだろうね。最初にちゃんと脚本でそうしてるのかね。でもインタビュー聞いたりしてると、結構もうちゃんと最初から。そりゃそうだよね。じゃないと撮影スケジュール立たないもんね。なんかすげえもうライブ感でさ、急に、これ黒幕なんだけど、こいつぶっ倒す超でけえやつ出さねえみたいな。我々ありがちです。我々ありがちだけど。言いがちなもんですね。いや、監督撮影スケジュールがみたいな。でも今じゃあちゃんと脚本段階ではっちゃけるんだね。その監督の作品をもう網羅する勢いで。もうそうですね、できるだけ有名作も大体見て、あとはちょっとこう手に入りにくいものっていう。おもろ。ウルトラマンも見ないでそんなことやってる。もう見ずにずっとホラー見る。ちょっとな。で今の話聞いてると、ウルトラマン見ないのもしゃあないかな。なんか興味なくはないジャンルなんですけど、そういうの数ありすぎて何に手出していいかわからないジャンル。確かにそれあるね。感じしますね。俺その理由で今 X メンに入れないでいるから。あれもわけわからんですよね。そう。MCU はなんとかコロナ禍で自宅待機とかで時間が有り余ってた時に山中が MCU 好きでブルーレイを全部買って自分の机に並べてたから、この順番で見ればいいんだなっていうので、とりあえずそれを写メに撮ってディズニープラスとかで
順番に見れたんだけど、俺 X メンもね、どの順番で見たらいいのってのをユーザーにツイッターで聞いてるんだけど、過去ログどれで検索したら出てくるかなとかあれがそうだ。あとこの間俺自分の YouTube のチャンネルで喋ったんだけど、スパロボもどっから入っていいか分かんなくて最新のやつやりたい気持ちもあるんだけど、でもストーリー知っといた方がいいよねっていうのを邪魔して入れないみたいなね。そのシリーズとかたくさんあると入りづらいってのあるよ、その監督の場合はとりあえず有名作品から入る形。そうですね。まあ最初は一番有名なやつから入ってみて、それが貞子 VS かや子。それおすすめ。おすすめですね。僕も最初それで入りました。ちょっと前半ちょっと怖いんですけど、後半はじゃあダメだ。まあでもそのギャップがあるからこそ面白いみたいなところがあるんで、そのギャップの面白さもありま僕もそれ見ましたけど、だいぶぶっ飛んでます。す。ずっとねですね。アクションも入ってて。でもなんかちらっとその監督さん、昔はドキュメンタリーみたいなのを撮った。そうです。一番最初なのかな、映画で多分まあ一番最初に撮られたのかなっていうのをこの前ちょうど見たら、こんな味に撮ってんと思って、めちゃめちゃちゃんとホラーしてるんですよ。モキュメンタリーって言われるやつ、ね。そうです、モキュメンタリーです。ブレアウィッチプロジェクトみたいな。そうです。ブレアウィッチ俺吐いたわ。入ったんですか？吐いた。見たあれ。いや僕実は見てないんですよね。僕見てないです。まだ20代だったかな。デビル作る前だったかな。25年ぐらい前じゃないですか。僕中学だったんちゃうかな。あれ劇場でさ、なんかそういうドキュメンタリーだっていうような触れ込みで、そういうそのハンディカムで撮っててっていう。で、まあ俺その当時付き合ってた彼女と見に行ったんだけど、もう俺見てる途中、もう開幕15分くらいでもう吐き気も汚して、前の方で見てたんだけど、真ん中より前ぐらいの列で見てたんだけど、もう手ぶれでもう画面酔いしちゃって、で、なんとかこう薄めで見たりとか、気温を下ろしてて、たまになんか、キャーとかって時だけ見るみたいな感じで、なんとかしのいでたんだけど、もうさすがに無理ってなって、で、もう途中から俺もトイレに閉じこもって、あとまあ戻ってきて、一番後ろの席でもうぐったりしててっていう。で、結局その日、そのまま家に帰ってきてからも一日中俺布団の中で寝てて、っていう曰く付きの作品だったから、あれなんか続編かなんかもあってありましたね。絶対見ないと思って。だけどちょっとその監督の作品は厳しいと思います。結構これですね。俺弱いわ。多分高校生の頃だったと思うんですけど、なんか深夜に放送禁止っていうテレビ番組やってて、で、まあなんか一応それもモキュメンタリーなんですけど、そのモキュメンタリーって言って放送してたのかな。まあとりあえず僕が見た時はそのテレビ局に眠ってるその放送できないフィルムというか映像をこちらで流しますみたいな体で流すんですよ。で僕が一番最初に見たやつはなんか宗教団体かなんかにドキュメンタリーで撮りに行きましたみたいなやつで、なんか結末言っていいのかどうかわからないですけど、まあそこからこう出れなくなりました、だから放送禁止ですみたいな感じのドキュメンタリーモキュメンタリーだったんですけど、僕それ高校の時見た時にめちゃくちゃなんか感銘受けて、作り話なんですけど作り話としてそれをやるとなんかあまり面白くないなと思ったんですよね。なんか一応これは真面目にやってる、リアルでやってる体って言われて見せられると、ああなんかすごい面白く感じれるんやなっていうのがあって、本当に深夜1時か2時ぐらいに放送あったと思うんですけど、こんな深夜やったら多分視聴率もないやろうなと思って勝手に。ででもこの番組めちゃくちゃ面白いなと思ったんで、人生で初めてフジテレビに電話しました。なんか言ってたね。はい、でもこれめちゃくちゃ面白かったですって言って、なんか僕一人でも言わなかったらこの番組続かないんじゃないかみたいな感じがして、もうなんかそれをまあ伝えましたね。なんかあれがなんかそういう褒めないといけないんじゃないかみたいなのをもうほんま初めての経験じゃないかなって。いや俺それすげえ大事だと思う、クレームの電話ぐらいしかさ、そうなんですよ、ね、そういうエネルギーってそっちにしか向かないじゃん、基本的に。負のエネルギーじゃなくて正のエネルギーで正しくね、良かったですって情熱伝えるってすごい稀だし、多分受け取った向こうは嬉しかったんじゃない？なんかそんな気がしたんですよね。やっぱなんか悪口はすごい言いやすいというか、こう表に出やすいというかあるんですけど、褒めるってあんまりないだろうなって子供ながらに思ったんで、
それ大事ですよ。まあ、一応だからその後続編は出てました。ちょっと僕のおかげかも。いや、だと思う。間違いない。だからなんかその、テロップに入れてほしいよね。スペシャルサンクス。スペシャルサンクスで。名前言ったのかな、名前とか言わなかったような気がするけどな。いや、なんか電話の少年。あ、電話少年。まあそうですね。そうなってくれたら嬉しいですね。いい話ですね、それは。だから子供の頃その呪いの手紙とかも流行りませんでした。なんかもらったら10人に渡さないといけないっていうそのなんかネズミ講方式でその被害者が増えていく。時代はメールでした。あちょっとデジタル入ってきてるやん。